こんにちは、心です。お待たせいたしました。今回は大人数で行った韓国旅行の Vlog です。イエーイ。前回は友達と旅行する前後の Vlog をお届けしたと思うんですけど、今回は本当は6人グループなんですけど、1人出張で来れなくなってしまって5人で韓国を楽しみました。お待たせめっちゃ待たせて。今さ、おったみんな距離かけな最初からすごいテンションで合流してますが、この動画はずっとこのテンションなのでご了承ください。難しい。豚の包み飯定食にしようかな。いいそうだ、なんか男飯みたいな。さあ、まずはみんなお腹が空いてるということで空港でご飯を食べていこうと思います。以前にも紹介したことがあるんですけど、インチョン空港第1ターミナルの地下にあるハンシクソダンビルっていうフードコートがあって、そこのポッサムを食べに来ました。蒸す焼きなんか言ってたよ。ヒッタみたいで。めっちゃ視聴者やった。友達がめっちゃ動画見てくれててびっくりしたんですけど、ここのお店は私も何回か行ってるんですけど、たまたまこの日同じメニューをみんな選んだんですけど、5人中4人がお腹を壊しまして、火の通ってるものを食べてるので、もしかしたらスタッフさんにウイルスを持っていた方がいらっしゃったのかもしれないんですけど、数ヶ月ここに行くのをやめてました。でもその後1回行ったんですけど、その時は何ともなかったです。だからタイミングがあんまり良くなかったのかなって感じで、直後の移動は大丈夫だったんですけど、この後どんどん1人ずつ調子が悪くなっていきます。1食目から悲惨な目に遭ってしまったんですけど、ただお腹を壊しただけで吐いたり熱が出たりっていうことはなかったので、不幸中の幸いだったと思います。私たちいつも6人で旅行するときは絶対同じ部屋がいいので大部屋のホテルに泊まるんですけど、シャワー室が2つないとお風呂にめっちゃ時間がかかるんですよ。なんでシャワー室が2つあって大人数で泊まれるホテルを必死に探しました。最上階で私たちの部屋しかなかったので騒ぎまくってしまったんですけど、お部屋の中はこんな感じでした。建物が着いた時にめっちゃ古そうに見えてちょっと焦ったんですけど、中はすごい綺麗でした。ただお風呂場がシャワー室というかお手洗いにシャワーがついてるぐらいの広さだったので、日本人からするとちょっと使いづらいかなとは思います。オーマイガー。せーの。じゃんけん。危ない危ない危ない。最初はグー、じゃんけん、じゃんけんで2人だけダブルベッドで寝る人を決めて、夜ご飯に向かう前に陰線根っこを取りに来ました。いつも撮るたび思うんですけど、陰線根っこってカメラの位置めっちゃ高くないですか？私よくアイドルの一緒に撮れるやつで撮るんですけど、台がないと高さが合わなくていつも必死になって撮ってます。やっぱり韓国人の平均身長は高いからですかね。前3人が正解か。レパートリーないか。確かに。ちょっとポーズ教えて。でかっ。初めてかも、バナプレッソ。私この日からバナプレッソにハマってめっちゃ行ってます。ここコーヒーの種類が結構多くてジュースもたくさんあって量も多いので、たまに作業とかしに行く時があります。私バニラビーンズのラテみたいなの頼んだんですけど、これも程よい甘さで美味しかったです。最近なんかインチョン空港のバニラビーンズラテが流行ってるんですけど、そこのもまた今度飲んでみようと思います。夜ご飯に行きます。イエーイ。1日目の夜ご飯は芸能人の方とかもたくさん来ることで有名なちょっと高級なホルモン焼肉屋さんのピョランチっていうところに行きました。私たちはミノとテチャンとカルビを頼んだんですけど、どれも本
当に美味しくて、特にミノがこんなに柔らかいミノ初めてっていうぐらい柔らかくて甘じょっぱい感じだったんですけど、多分日本人好みの味付けになってるかと思います。本当にめちゃめちゃ美味しかったです。よく日本人が行くような大衆のホルモン焼き屋さん、こっちゃんとかも美味しいと思うんですけど、ぜひここ行ってみてください。本当に感動するレベルで美味しかったです。3種類とも食べてほしいので、できれば3人以上で行くのがいいかなと思います。2日目は友達が行きたがってたかつ私も食べたかったアーティストベーカリーに朝から行ってきました。5人で行ったので1種類ずつ好きなのを選んでプラスちょこちょこ買ってみました。いつも1人なので安定の好きな味しか食べられないので、こうやって分けれていろんな味が楽しめました。やばい、もうハゲてきてる。もうやばい、ダブルグレーバキ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 大変。やっぱり私はガーリックの塩パンが一番好きです。本当にここの塩パンは別格で美味しいです。重すぎず軽すぎず味も甘すぎず、全部のバランスが取れてると思います。なんかさ、焼いてカリカリじゃなくてバターのそうじわすっごいみたい。朝ごはんを軽く食べたら暗黒でちょっと散策をしてから、今度は私がみんなに一番食べてほしかったカンジャンケジャンを食べに来ました。以前お母さんと来たことがあるユオールチっていうところなんですけど、ここのカンジャンケジャンが一番身が厚くて甘くてめちゃめちゃ美味しいので、カンジャンケジャンのお店もたくさんあるんですけど、どこに行ったらいいかわからない方、ぜひここに行ってみてください。美味しいところを見つけて、こうやって友達とか家族を連れてきて美味しいって言ってもらえるのがめちゃめちゃ嬉しくて、やっぱり前に視聴者さんに会った時も、あそこのお店さっき行ってきました、美味しかったですって言ってもらった時に、めちゃめちゃその SNS の情報発信のやりがいを感じて、やっぱり私の好きなことは誰かのためになるっていうか、それを見て真似してくださった方々が楽しかった、美味しかったっていう風に思ってくださるのが私的には一番幸せなことだなと改めて今回の旅行で感じました。さあ、お腹がはち切れそうなぐらいご飯を食べたら、みんなお待ちかねのショッピングタイムです。この人数でみんなが好きなお店に行くっていうのは難しいので、ソンスに来ました。一人ずつリクエストがあったお店を回っていきます。ソンス駅で降りてソンスを散策するときは北側から私は回るのがいいかなと思ってて、まずはマーティン・キムの入ってるハゴハウスを見てから駅の南側に行きました。ここも友達リクエストのバニラコの店舗です。なんか私知らなかったんですけど、クッションファンデを自分でカスタマイズしてデコれるっていうイベントではないけど、なんかそういうのをやってるみたいです。やっぱり一人じゃ全然情報が集まらないので、こうやって友達と行くと新しい発見があってめっちゃ楽しかったです。このクッションファンデ自体は種類は決まってたんですけど、中の色味は選べてこんな感じでケースをデコれます。みんなで集めるとめっちゃ可愛いですよね。その後も大通りのお店をたくさん見て回って、ちょっと疲れてきたのでカフェに寄りたいと思います。前回の Vlog でもちらっとお伝えしたんですけど、もう一人残ってくれた友達以外は私より食べます。どんだけすごいかっていうと、この間6人でご飯を食べに行ったんですけど、お腹いっぱいになるまで食べた後に私ともう一人の友達以外はラーメンを食べに行きました。でその後また合流してカラオケに行ったんですけど、みんなデザートを食べてました。私もびっくりするぐらいみんな食べます。ありがとう。可愛いやろ。可愛い。出会って8年目になるんですけど、全員可愛くて優しくて面白くて騒がしい子たちなので、全く気を使えずいられて本当に居心地がいい友達です。カフェで休憩した後もスタンドオイルとかいろんなショップを見て、暗くなってきたので今度はトンデムンの方に向かいます。美容グッズのお土産を買う方はぜひ寄ってみてほしいんですけど、トンデムンにある耳ラインの多分最上階だったかなが化粧品売り場になってて、めっちゃ安くで買えるんですよ。もう一つ有名なザ・
ふふふショップは全部偽物だったので、この辺でお買い物をする方はぜひ耳ラインに行ってみてください。ついでにみんなアクセサリーも好きなので、安定のニュニュに行って安くて可愛いアクセサリーをみんな買い集めてました。トンデムンナイト最後にオリアンによって体力の限界が来たのでチキンを買って帰ります。私たちの泊まってたところがちょうどトンデムンだったので何かとすごい便利でした。ヨアジョンとみんなカップ麺を買って安定のハニーコンボで夜食タイムです。何時？2時半。いただきます。先日の方さあ最終日は3人が夜の便で帰るので、それまでに胃袋にしっかり詰め込みます。ここから離れへん。笑ってんの？可愛いやん。朝からまた暗黒の方に来たんですけど、数年ぶりに韓国に行った時に行ったミルトーストに友達が行きたいって言ってて、じゃあ行ってみようっていうことで行ったらすんごい並んでたんですよ。日曜日だったのもあってかめちゃくちゃ並んでて、さすがにここで時間を取ってはいけないと思ったので仕方なく他のお店を探してたんですけど、なかなかいいところに出会えなくて、結局みんなが食べてみたいって言ったジャヨンド塩パンに行きました。ここだと簡単にテイクアウトで買えるので全然並ばずに買えました。この時はまだ大丈夫だったんですけど、ちょうど去年の年末あたりから韓国のスタバが持ち込み禁止になってしまって、皆さんこれはもうできないんですけど、私たちはドリンクを1個ずつ頼んで塩パンを食べました。唯一安心して持ち込みができるのがスタバだったので、こういうパンとかテイクアウト専門店で買ったものをこれからはどこで食べようかなっていう感じです。なんか匂いのするものを食べる人がたくさんいて、それで廃止になったそうです。残念。ホテルに預けてた荷物を取りに行って、最後の最後にサムギョプサルを詰め込みに来ました。本殿にあるお店なんですけど、ここはなんとサムギョプサルにハヌまで一緒に楽しめちゃうっていう焼肉屋さんです。ここのサムギョプサルは油が結構あっさりしててめちゃめちゃ食べやすかったです。盛り合わせのセットでいろんな部位を食べました。モクサルとかハヌロースとか豚カルビにユッケまであったので、時間のない方はこうやって一緒に全部食べられるお店がおすすめかもしれないです。さあ最後はソウル駅に戻ってきて、ロッテマートで少しだけお買い物しました。一般列車で3人をインチョン空港に向かわせるのはちょっと怖かったので、直通列車のチケットをクリックで買って電車に放り込んでバイバイしました。さあ今回の大人数での Vlog はこんな感じだったんですけど、いかがだったでしょうか。大人数で旅行される方の参考になれば嬉しいです。この前後の Vlog も投稿してるのでよかったら見てってください。ではまた次の Vlog でお会いしましょう。アンニョン。